どうも、金ちゃんです。イェイイェイ。今日のお話は、私が強く願ってしまったことによって、そこにいるはずのない人を呼んでしまった、そんな不思議な話をご案内させていただきます。どうぞ最後までご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。この話は私が小さい頃の話なんですけれども、やはり幽霊を一度見出してから多くの幽霊を見るようになっていたんですね。ただ年を重ねるごとに父や母と一緒に寝るということがどうしてもできなくなってくる年齢となってきました。そこで私たちは、自分たちの部屋を割り振れられたんですけれども、私の部屋は、引き戸を隔ててすぐ隣が両親の寝室という形の部屋になっていたんです。で、私がそこで、寝るようになってからもやはり幽霊というものは見えてしまうもので、あまりにも連日に見てしまった時、その日に限って父がもともとあまり家に帰ってくるようなタイプではなかったんですけれども、父がそこの日に限って夜勤の仕事になってしまったんですね。で、母にどうして夜は一人で寝なきゃいけないの？お父さんいないの？っていう風な形で言ったら、今日お父さん仕事だからっていう風な形でやっぱり言われてしまったんですね。でもどうしても不安で、やっぱり父親がいないと不安だなっていうとこともあったんで、母にお願いをしてお父さんにお電話をさせてもらったんですね。お父さん、今日帰ってくる？私が聞くと父は、大丈夫、帰ってあげるよ、夜遅くなると思うからゆっくり先に寝てな。うん、わかった、絶対帰ってきてねと父と約束をしたんです。それで私は自分の寝る時間になったので、腹巻きの中にお守りを入れて、お父さんがちゃんと帰ってきますように、怖いことがありませんようにというような形をお願いをして、ゆっくりと眠りにつきました。しばらくして夜中にパッと目を開けると、薄暗い光の中に私はいました。布団をかぶっているので、今目が覚めたんだなという感覚はあるんですけれど、こういう時に限って見てしまうんです。やだな、でも今日お父さん帰ってくるって約束してくれたからなと思って、横の引きドアをスッと開けたんです、自分で。そうすると暗闇の中に誰かが立ってるんです。あれ、誰が立ってるんだろう。よーく目を凝らしてみると、お父さんなんです。お父さんがそこに立っていたんです。で、寝室のところからベッドのところにスーッと歩いていくのを見て、よかった、お父さんがいるなら大丈夫だと思って、私もその日はぐっすりと寝ました。翌朝起きて母にそのことを伝えました。ねえお母さん、昨日お父さん帰ってきてくれたね。今まだ寝てるの？って聞くと、母は怪げそうな顔して、何言ってるの？帰ってきてないよ。昨日はお父さん夜勤だから帰ってこれないってお母さん言ったでしょ。でもお父さん約束してくれたよ。夜中に帰ってくるって言ったから夜中に立ってたもん、部屋の前で。そう言うと母は青ざめて、それはお父さんじゃないよ、違う人だよということを言いました。それでも慌てて私はお父さんに電話をして、お父さん昨日の夜帰ってきたよね、お父さん私見たよというふうに言うと、父も実は昨日は忙しくて帰れなかったんだ、でも自分と同じような人を見て安心して寝れたならよかったねという話になりました。
なかなか腑には落ちなかったけれど、確実にあの時あの場所にいたのは父でした。不思議だなと思っても、もうその証拠を見せることもできないので、それから強く願って人を引き寄せるということを気をつけるようにしました。以上、私が起こしたいない人を引き寄せてしまった話でした。ご視聴ありがとうございました。部屋だったんですね。キノコがいっぱいになりますように。Sein Knapper Restreichen, Restrei habt du Heiden, was so jung und Morgenchen. 取ってないでよ。終わり。埃だろうね。オーブンみたいなのが飛んでるけど。うん。もっと明るさが必要ですっていう表記が出るね。そうそうそう。なんだけどわざとまあその暗めに撮ってるから、